ちょっとどいてくれねえか、そこ。遠いね。遠いなこれ。スイッチでオンできると。バッテリー残量半分ぐらいってことか。新年早々バッテリーの交換をしましょう。今まで 600Ah の超大容量のバッテリーを積んでました。これで夏を過ごして分かったことなんですけど、まずでかい、サイズ的にってことだサよね。イズがでかい。あとヒート機能がないのはやっぱり俺らにはきついというのと、もっと容量小さくていいんじゃね。なるほど、ここまでなくてもいい。で、新しいバッテリーこれにします。レノジーレゴかな。レゴと呼びレゴ。ましょう。これはね、レノジーの最強の次世代サブバッテリーです。なんか見た目もかっこいいね。5120Wh って書いてあるけど、約 400Ah です。ちょっと容量は少なくなると。これ選んだ理由が2個あって、まず1つ目、そもそもバッテリーを変える動機なんだけど、趣味道具をもっと積みたい。スペースをもっと広げたいと。レゴってのは 100Ah のバッテリーを4個並列にして置いた時よりも1個のバッテリーで 400Ah になってるから、だいぶ小スペース化されると。配線もシンプルになる。そうだね。一つにまとまってるからね。これを選んだ理由の2つ目なんだけど、ヒート機能。俺らよく寒いところで車中泊するでしょ。リチウムイオンバッテリーって氷点下で充電をしようとすると劣化しちゃうんですよ。バッテリーに悪いと。例えば寒いところで朝を迎えました、移動するためにエンジンをかけます、そうすると走行充電をしちゃうんですよ。嫌が応にも。レノジーっていうのはヒート機能がついてるバッテリーをたくさん出してるんだけど、これもその一つ。そのヒート機能ってのがバッテリーを温めてくれるから、氷点下の状態を解除してから充電が始まるのでバッテリーを傷めないと。そういうことだね。要は寒いところでも安全に使えるっていう。で、他にもいいことがたくさんあって、6000サイクルで長寿命、あとなんと防水、これ知らなかった。あとなんか振動に強い設計になってるらしいというのと、スマホでアプリから Bluetooth 通信でモニタリングができる。で、容量は減るじゃん。600Ah だったのが400Ah。そもそも夏に 12V クーラーを使うために 600Ah に増やしたじゃん。クーラーがめっちゃ電気を食うので、去年実際にクーラーを使って夏を過ごしてみた結果分かったことがあって、夏にクーラーに頼って車中泊をしようとすると、いくらサブバッテリーの容量がでかくても充電が結局追いつかないわけよ。半日ぐらいクーラーつけたらさ、バッテリーが枯渇するじゃん。それに対して走行充電とかソーラー充電とかでバッテリーが復活しないとまた使えないんだけど、その充電能力限界があるんで、結局いくら容量があっても持続的に使えないってことが分かりました。どの容量あれば無限に使えるとかはない。2泊とか3泊とかなら大丈夫なんだけど、それ以上の長旅、1週間とか2週間とか1ヶ月とか旅をする場合、いくらバッテリーの容量があっても充電が追いつかない。逆に言うと、この夏のクーラーを使う時以外は持て余す状態、めっちゃ重いしサイズもでかいやつを夏のその一時期のためだけに積んでるみたいな状態になるし、だったらもう少しコンパクトにしてクーラーを使う時は少し工夫しながら使うっていう風にした方がいいんじゃないかっていうことになって、減らしてもいいかっていう結果になった。例えば夜の間だけクーラーを使うとかね、そういう工夫をしながら夏はやっていけばいいと思った。これで今回からやっていきます。これの設置動画に入ります。どうぞ。今までお世話になりました。重い。若干膨れてる感じがする。やっぱり俺ら寒いところ行って普通に使ったりしてて、ここは0度近くなる時もあると思うんですけど、多分そういう時にちょっと負荷がかかってそのバッテリーが劣化したりしてるんじゃないかということで、やっぱり俺らの旅にはヒート機能付きのリチウムイオンバッテリーが必要だと再認識いたしまして、交換します。なんちゅうやつだ。最後なんかもうご飯が出てくるかと思って、ご飯じゃないぞ。さっきね、セブンのおやつあげたらもうやみつきになっちゃった。取り込んでこれ荷台相当広くなるぞ。今まではここまで
ここまでバッテリーだったのが半分ぐらいになった。でこっち側にサップが詰めればいいんで、ちょっと試してみる。完璧ですね。年越したそばうめえ。うん。牛肉とろろ卵そば。キャー。どうなんのこれ。はまんの。お、あ、来た。冷蔵庫の裏がちょうど良さそう。うん。バスバーの固定箇所。なんか配線つないだらスイッチをしてないのに勝手についた。お、13ボルト。バッテリーはオンになってました。バスバーのカバーをちょっと加工してレノジーのぶっとい端子が収まるようにすると。チャイ。やっぱチャイってもう自分の名前認識してるよね。いや、音に反応するだけでしょ。パイ。ほら、パイだとあんま反応しない。チャイ。ほら、半分チャイって言ったら、あのっつって。素晴らしい。多分前よりこれ安全性増してる。いいことだね。端子でむき出しの部分がもうないの。でもこれバッテリー自体にも端子がないの。画期的。あ、そう。それですごいスッキリしてるよね。だからもうカバーをね、作んなくていいと思う。すごい小スペース化されたよね。いいことしかない。おお、いいじゃんいいじゃん。バッテリーの端子が下から来てるから。冷蔵庫の裏にこのバスバーを固定しまして。バスバーを。ね、これ終わったらぜんざい食べよう。あ、ソーラーパネルに赤がついてて、103ワット。13.3 ボルトプラス 7.77 アンペア。レノジーのレゴを設置することでサブバッテリーのスペースが半分になって荷台のスペースが広がりました。あとは重量が減ってヒート機能もついて配線がシンプルになりました。この動画の後半では冬旅の準備をしていきます。年末にメインバッテリーが急に上がってしまったのでメインバッテリーの交換から始めます。急にバッテリー上がったんで変えます。買ってきました。今まで3年間リチウムイオンのスターターバッテリーを使ってたんですけど、急に何の前触れもなく使えなくなっちゃいました。今回からは鉛バッテリーに戻します。やっぱり寒いところでエンジンをかけると強制的に氷点下で充電するっていう状況があると思うんで、それだとリチウムイオンはすぐ劣化しちゃうんだと思います。寒いところに行くなら鉛バッテリーの方がコスパいい気がします。続いて新しくスタッドレスタイヤを買ったのでタイヤの交換をします。5年使った横浜タイヤのアイスガードからブリヂストンのブリザックに変えます。同じサイズのタイヤを買ったんで、もともと使ってたホイールに組み替えてもらうと。スタッドレスに関してなんですけど、なんか北海道の人は半分以上ブリザックを使ってるっていうんで、ブリザックすれば無敵だろうって思ってたんですけど、なんか意外と新雪の道を走ってみたら結構思ったより滑りましたね。達夫旅っていうサブチャンネルの方にその様子は上がってるんですけど、モフモフの雪道の場合は横浜タイヤの方が、アイスガードの方がいいんじゃないかって思いました。ネタバレになっちゃうんですけど、この後キャラバンで北海道に行きました。北海道だとブリザックでほぼ全く滑らなかったんですよ。その辺は後続の動画を楽しみにしておいてください。冬旅準備の3番目はアンダーコートです。去年湘南に行った時にマフラーのカバーが錆びて落ちちゃったんで、車屋さんで新しいのに変えてもらいました。そのままだとまたすぐ錆びそうなんで耐熱コートのスプレーを吹いてます。もともと銀だったんだけど、マフラーとかも真っ黒になってます。そして下回りで錆びが進んでたところは全部スプレーでかけました。この辺とか。
ラバー用の保護スプレーもあったんで、これもちょっとやっておきます。あ、この辺、この室外機とボディの間にゴムを挟んでるんで、4番目は室外機の保護です。タイヤ交換でジャッキアップしたついでにいつもやってます。おはようございます。これクーラーの室外機なんですけど DIY でつけたんで定期的に緩みとかないかチェックしてます。固定箇所をすべてチェックしました。全然緩んでない。軽トラのホロの素材、下に水がたまらないように穴を開けてます。でも冬はクーラー使わないんで融雪剤から室外機を守るためにカバーをします。このカバーは前に海子が軽トラのホロの素材を買って自作したものです。紐を車体に固定して落下防止も兼ねてます。冬旅準備の最後は FF ヒーターのメンテナンスです。すすが溜まって壊れないようにあれこれ頑張ってます。FF ヒーターは月1で全力稼働してすすをたまらないようにしています。でその上でこのすす殺しっていうのを入れてさらにすすを燃やすようにしてます。40リットルに対して1本。これでこの冬シーズン中ずっと稼働できることを祈ります。で FF ヒーターを2時間ぐらい全力で試運転すると 5.5 これ最大で燃焼させます。年明け早々に使ってないバッテリーをおてつさんに引き取ってもらいに行きました。でその時にキャラバンの FF ヒーターの排気管を交換してくれることになりました。これあれ佐渡でやっちゃいますおてつさんは達夫と海子の超初期からの視聴者の方で、当初は達夫っていうチャンネル名だったんだけど、その時からのキャラバンを作ってる時ぐらいからの視聴者です。今は気づいたら釣り仲間になってます。なんか後ろの棚1個しか開かなかったんですけど、これね、蓋開けないと開かない。ああそうなの。見たことない工具しかない俺がやるより100倍ぐらい早い。俺この作業やるの半日かかります。 FF もはいリーダーみたいなことやってるんで。ああやってますね。ワイルドギア。ワイルドギアの FF ヒーター、それの紹介動画もあるんで、そうですね。おてつちゃんリンク貼っとこうかな。なんですって達夫さんの動画見ましたって言ってくれれば、うん5%は引きます。8% 引きで実績は十分ですよね。そのヒーターはずっと。そうですね。今まで1回も壊れたことない。これ1回も壊れてない。グラインダーも一瞬で使えるのすげえこれをセットするだけで時間かかるから。バリ取りすげえありがとうございます大丈夫でしょう。あ、なんかキャンピングカーっぽいこの出方今までこうギュイーンって出てたあんな長いの見たことないもんだ。ここまでご覧いただきありがとうございます。動画の途中でもちょろっと言ったんですけど、この次の動画は北海道での車中泊旅になります。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。